こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康に関するお話、そういったことをテーマに、お話をしております。ちょっとですね、更新まで時間が空いてしまったんですけれども、ちょっとお引っ越しなんかをしていたりして、環境が変わったので少し間が空きましたが、今回からですね、また、続きの発酵食のお話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回からぬか床に関わる菌のお話をちょっとしていこうかなと思いますので、シリーズでねやっていこうと思っていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ、チャンネル登録を先にしていただくと、いいかと思います。ということで今回は、乳酸菌のお話ですねしていきたいと思います。そのぬか床、っていうのを最終的にやっていこうと思うんですけれども、ぬか床の中にはたくさんの微生物が生息していて、でその中でも代表的な微生物に乳酸菌、そして酵母菌、あとは酪酸菌といったものが、生息しています。なので、まずはですねその中の乳酸菌についてのお話をしていこうと思います。で乳酸菌ってよく聞く、皆さんご存知の菌だとは思うんですけども、実際どんな菌なのか、どういうことをする、菌なのか、微生物なのかですね、そういったところなんですけれども、乳酸菌っていうのはですね、そもそもその細菌っていうのは、この学術的に生物学的にですねいろんな分類に分かれていて、でその分類があって、その中のこれっていう特定の菌種、この菌種これが乳酸菌ですっていうふうに、定められているっていうわけではなくって、大体今いろんな特徴があってですね、その特徴に当てはまるものであれば全部乳酸菌ですよという感じのちょっとふわっとした、ものなんですね。なので乳酸菌っていう一つの種類の菌があるっていうわけじゃなくって、その特徴、定義されている特徴を満たしていれば、全部乳酸菌ですよと、乳酸菌って言っていいですよということになっています。でその定義っていうのが、発酵によって糖類から多量の酸を産出し、かつ悪臭の原因となるような腐敗物質を作らないものですねとなっています。そういうものが一般的に乳酸菌と呼ばれているんですね。なので要は乳酸菌って何かっていうと、ざっくり言うとですね、糖を餌にして酸を出す細菌です。細菌なんですね。小さい細かい菌です。で、糖を食べてですね、餌として、糖をいっぱい食べることによって、それを、食べたら、酸を出す。酸を出すと、たくさん酸を出す細菌のことを乳酸菌と言います。酸出すんですけれども、人間にとって都合の悪いような酸を出すものではなくって、人間にとって有益な酸を出してくれる、細菌のことを乳酸菌と言うんですね。でこれもっと厳密に言うとですね、どれぐらいの糖を食べて、その糖に対して何%ぐらいの酸を出したら乳酸菌って認定されますよという数値なんかもあってですね、糖に対して約 50% ぐらい 50% 以上は出さないと乳酸菌というふうに認定されません。なので、同じようにですね、糖を餌にして酸を出す細菌っていっぱいいるんですけども、その中でもよりたくさん酸を出す、菌じゃないと乳酸菌と認定されないんですね。なんで例えばビフィズス菌ってあると思うんですけども、ビフィズス菌って腸にいい菌ですよというふうに言われていて、ご存知の方も多いと思うんですが、ビフィズス菌はですね、実は乳酸菌とは、厳密に言うと乳酸菌にはならないんですよね。ビフィズス菌イコール乳酸菌っていうふうに思うかもしれないんですけども、確かにもう全く同じような働きをします。ビフィズス菌っていうのは糖を餌にして酸を出す、細菌なんですけれども、ただですね、ビフィズス菌は、その酸を出す量がちょっと若干少なめなんですね。なので、学術的には、ビフィズス菌は乳酸菌とは認定されていないということになります。そういった感じでですね、幅があるので、乳酸菌って一口で言ってもですね、かなり幅があって、多種多様の、性質を持った菌がいるということです。はい。
でですね、乳酸菌、いろんな種類あるんですけども、ざっくり分けて、植物性乳酸菌と動物性乳酸菌、この2つにざっくり分けることができます。はっきりこの植物性乳酸菌っていう名前があるっていうわけじゃないんですけども、便宜上ですね、こういった形で分類されることが多いです。はい、なのでその2つのですね特徴を、見ていこうと思います。まずこの植物性と動物性、どう違うかっていうとですね、これ見たままですね、漢字のままなんですけれども、植物性は植物に由来している植物の、周りによくいるような、乳酸菌で、それに対して動物性乳酸菌っていうのは、動物の、中にいる菌、そういった、分類ですね。で、まずどこに生息しているか、どんな場所に、これらの菌が生息しているかなんですけども、植物性乳酸菌っていうのはもういろんな場所にいます。もう空気中とかいろんな場所にいるわけなんですけれども、この辺にも今ふわふわいたりするわけなんですね。なんですけども、それに対して動物性乳酸菌っていうのはこれミルクの中にしかいません。でミルクっていうのは、哺乳類の乳ですね、おっぱいです。なので、母乳の中にいるということですね。人間の母乳の中にもいるし、動物、ヤギさんとか牛さんとか、そういった動物の母乳の中にもいます。はい、いる場所がまずそもそも違うということですね。で、あとはですね、糖を餌にして酸を出すっていうのは植物性も動物性も、同じなんですけれども、どんな糖を好むのか、どんな糖を餌にしていくのかっていうところがちょっと違っていまして、まずこの植物性乳酸菌っていうのは、いろんな糖を餌にできます。糖っていろんな種類があるので、ブドウ糖とか果糖とか初糖とか麦芽糖とか、いろんな多糖類ありますよね。そういったものがだいたいほぼ、餌にできるのが、植物性です。その中でも、ブドウ糖っていうのは一番好むわけなんですけれども、どんな糖でも、餌にできるというのが特徴です。でそれに対して、動物性っていうのは、これは乳糖という糖しか餌にできません。乳糖っていうのは、この乳の糖ですね、乳糖です。乳糖しか餌にすることができない、という、違いがあります。で、その植物性と動物性と比べてですね、その生息できる環境っていうのが結構違ってきまして、糖といっても、濃度があったりとか、あとはその状態ですよね、栄養の状態、糖のバランスがいい状態か、それともちょっと、薄かったり不安定だったり、したりとかっていうことがあるんですけれども、結構ですねこの植物性乳酸菌っていうのは過酷な状況、栄養状態が薄いような過酷な状況でも生きていける、生命力が強いですね、っていう特徴があるんです。どこでも生きていけるみたいな感じですね。なんですけども、それに対して動物性乳酸菌っていうのは過保護な感じですね。言ってしまえばもうミルクの中にだけしかいないし、もう結構その糖の状態がバランスよく一定であるところにしか生息できないという特徴があります。なので、生きていける環境が全然違う。植物性乳酸菌はどこでも生きていけるんだけども、動物性の方は特定の場所でしか生息することができないという違いがあります。そしてですね、塩に強いか弱いかなんですけども、ここすごく重要な部分なんですけれども、植物性乳酸菌の方は塩に強いものが多いです。中には弱いものもあるかもしれないんですけども、基本的には、塩に強いですね。なので、日本の発酵食のような、ぬか床とか、醤油とか味噌とか、そういった塩分濃度が強いところでも生きていけるのがこの植物性乳酸菌で、それに対して動物性乳酸菌はですね、塩にとても弱いです。もう塩がたくさんある、塩分濃度が、濃いところでは生きていけないということになります。結構かなり弱いんですよね。なので、
この動物性乳酸菌っていうのはチーズとかヨーグルトとかにいるものなんですけれども、例えばそのチーズって大体のものが食塩が入ってますよね。その作る過程で食塩っていうのが入ってくるので、チーズの中には実はその生きた乳酸菌、生きたというかですね、乳酸菌がその活性化している状態で残っているっていうのは少ないということになります。なので、そこを見ていくとですね、植物性乳酸菌っていうのは日本の発酵食品、味噌とか醤油とかぬか床とか、そういったものに、たくさん含まれています。なぜかというと、どんな場所でも生きていけるし、塩にも強いので、この植物性乳酸菌を摂取しようと思ったら、結構たやすい、いろんな食品から摂取できるということになるんですが、対して動物性乳酸菌っていうのはですね、まずこの塩に弱いという特性がありますし、特定の場所にしかもともといないっていうのがありますので、動物性の乳酸菌を摂取しようと思うと、ほぼほぼですね、ヨーグルトぐらいしかないんですね、摂取源っていうのが。ヨーグルトには塩が入っていないので、そこに動物性乳酸菌がいます。なので、摂取することできるんですが、これがですね、チーズになると食塩が入っているので、それがちょっと難しいということになります。はい。でそういった違いがありますので、チーズとかヨーグルトなんかにいる、動物性乳酸菌と日本の発酵食品の中にいる植物性乳酸菌というのはそもそも種類、が違う、性質がですね、乳酸菌は乳酸菌なんですけれども、ちょっとだいぶですね、性状が違うということになります。で、いつもですね、私が講座をやっている、発酵食講座の中で、説明していくこの乳酸菌、いつも乳酸菌っていうふうに言うんですけども、その乳酸菌っていうのはこちらの植物性乳酸菌のことをいつも指しています。こっちの動物性ではないんですね。動物性の乳酸菌っていうのは、日本食にはほとんど使われることがなくって、日本食、和食で、日本の発酵食に使われるのは、大体全てですね、植物性の乳酸菌の方になりますので、その違いがあるという、お話ですね。はい、ということで、もっとですね詳しい乳酸菌のお話、をしていくとかなり長くなってしまいますので、そちらはですね、動画のタイトル欄タップしていただきますと詳細見ることができまして、でそこにですね発酵食の講座動画で学べるものっていうのがありますので、そこのぬか床のパートを見ていただくと、さらに詳しい乳酸菌のお話をしていますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、次回はですね、この続きで、酵母菌のお話をしていきたいと思います。では今回の動画は以上となります。今回の動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。